皆さん、ワンピースのストーリーに呪いが深く関わっていることをご存知ですか？多分想像しているよりもはるかに多くの呪いという言葉が使われているんです。以前にも緑の呪いというタイトルで動画を出しているんですけれど、これは呪いという言葉がわかりやすく使われているものの色には緑色が当てられていることが多いため、それらをまとめました。今回話すのは1、紫の呪い、2、イム様のヒントのリンクです。では行きましょう。ヨーロッパでは呪いを表す色として緑と紫が使われますので、ワンピースの世界でも緑と紫に呪いの要素が当てられているのだと思いますが、緑の呪いは分かりやすく呪いと書かれているものが多いのに対し、紫の呪いはちょっとだけ気づきにくく描かれています。それもあって、いきなり紫の呪いの話をするとこじつけ臭く感じる人が多いと思いますので、まずは緑の呪いにどんなものがあったか過去の動画をちょっとだけ見てください。クマシーはペローナに声を出すことを禁じられていましたよね。同じくイム様のヒントキャラの可能性があり、口を閉じることを強要されていたのは CP9 のフクロウです。フクロウは狼のキャラであるジャブラに口のチャックを閉められていました。フクロウが無音なので、フクロウがナギ、フクロウナギです。フクロウナギといえばイム様のイメージのあるシャーロット・カタクリがいますが、マクロ一味のボスであるマクロはマクロファリンクスの魚人、つまりフクロウナギの魚人です。しかしマクロ一味の船の屋根の上を見てください。どう見てもフクロウナギではないですよね。ではマクロ一味の1を棒だと思って読んでみましょう。マクロとはフランス語でサバという意味です。ではサバに注目してみましょう。やはりサバで印象的なのはバラティエのサバ頭1号とアラバスタの砂漠の1号でしょう。共にサバで始まり1号で終わります。次は1号を15だと考えて15話の扉絵を見てみましょう。象の上にナミが座っています。15を象だと考えるなら砂漠の1号は砂漠の象。歌のミュージックビデオに砂漠で象に乗る謎のカットがありましたよね。これはイム様とズニーシャの暗示になっていそうです。引き続き15を考えましょう。初代イム様のヒントキャラだと考えているエネルには稲妻と書いてサンゴという技があります。なぜ雷のエネルがサンゴなんでしょう。普通サンダーですよね。 3×5、 3 5 15なのでサンゴ15だと考えてみます。サンゴの5という漢字は古の月の王であり、初代イム様を表しています。サンゴの3という漢字は王が柵の向こうにいる、僕の考える閉じ込められているイメージに合います。ではサンゴが一番クローズアップされた場面といえば、バンダーデッケン9世がサンゴに乗って白星のもとへ飛んできましたよね。このサンゴが入っている漢字、トマトと読みます。マトマトの実だからサンゴを飛ばしたのかもしれません。バンダーデッケンはマトマトの能力のことを呪いだと言っていました。3号15を呪言、呪いだとして考えてみます。ネプチューン王が古い法律もまた呪い邪文と言っています。法律は英語でローです。和の国でのサンジの呼び名はサンゴロウでした。こじつけと感じるかもしれませんが、サンゴロウは 3×5 イコールロー、15は呪いです。連想ゲームのスタートにお話したフクロウの技にも呪言というものがあります。ちゃんと全部つながっているんです。そして随分と長くなってしまったのでもうお忘れかもしれませんが、この連想ゲームはイム様のイメージカラーから始まっています。イム様と呪いは関係があるのだと思います。第198話のタイトルは午後4時15分です。午後4時15分は16時15分ですから、語呂合わせはイム呪言となります。クロコダイルの爆破予告が午後4時30分で、語呂合わせがイム様ですから偶然ではないと思います。この絵の中でサンジがウナギを持っているのはフクロウナギとのつながりがあるからだと思います。これだけつながっても、もし呪いに懐疑的な方は緑の中戸井さんがめちゃくちゃ納得のいくイム様の呪いの考察をされているので、ぜひそちらも見てください。本当に面白いですよ。話を戻しますが、この呪いを使って考察をこれからしていきます。初代イム様ナミ、現在のイム様を表す色が赤色、オレンジ色、水色だという考察を前回までにしましたが、イム様を考えているとちょくちょく出てくる色がもう一つあります。緑色です。ワポルの配下のチェスにも緑色が入っています。海の色をエメラルドグリーンと例えることもあるので、先ほどのオレンジ色とみかん色のように水色と同じと考えてもいいのかもしれませんが、ちょっと気になる共通部分があります。僕はイム様を操っている、もしくは成り代わっているものがいると考えていますが、そのヒントだと考察しているネズミ大佐とクロコダイルのでんでん虫の色が緑と白のストライプなんですよね。
皆さんご存知の通り、でんでん虫は通話している相手のイメージに形態が変化します。そのでんでん虫がこの2人を表す色が緑のストライプ。気になりますよね。また全くの偶然ですが、緑の中戸井さんとクセガールさんが赤毛のアンからの考察をされており、さらにクセガールさんはアンという名の黒幕がいるという考察をしています。僕も黒幕の名前はアンナだと言っているので近いですよね。その赤毛のアンの現代はアン・オブ・グリーン・ゲイブルズです。グリーン、緑です。黒幕に緑色のイメージ。ここに先ほどの呪いを足していきます。呪いには緑色のイメージを持たせていると思います。まとまとの呪いのバンダーデッケンは緑色のズボンを履いています。パントリが呪いだといった鬼熱は緑色のあざが出ます。ゴルゴン三姉妹はゴルゴンの呪いだと国民を騙していましたが、背中をあらわにし国民をパニックにしたのは緑色のサンダーソニアです。ゴルゴン三姉妹には水色がおらず、赤色、オレンジ色、緑色の組み合わせです。これは水色のイム様と緑色のアンナが入れ替わっているということなのでしょうか。シャーロット・カタクリはフランペの部下に素顔を呪いだと言われていますが、例えで出てきたフクロウナギとカタクリの背景が緑色です。先ほど呪言を紹介したフクロウの髪の色は薄い緑です。アラバスタの訓風呪言は緑色です。緑の中戸井さんの動画で呪いと紹介されたミスター4は服が緑色です。どうでしょうか。イム様に緑の呪いのイメージがある気がしませんか。この動画では紹介していませんが、まだまだ緑の呪いは他にもあって、ガープを呪い続けるといったチンジャオの服も緑色、三代鬼鉄の呪いを試した店の天井が不自然な緑色、語呂合わせ変換ツールによるとビンゴの語呂合わせは呪いを表す15だそうですが、バスターコールの呪縛から逃れられないロビンを見つけたサンジがビンゴという、そのロビンが着ていたコートも緑色、セラフィムの腕に通された悪魔の呪いが入った血液の名はグリーンブラッド。まだ他にもありますが、緑色には呪いの意味が込められているものがあるというのは分かっていただけたと思います。ただ緑色と紫色が当てられているものが全て呪いと関係があると言っているわけではないので、そこはご理解ください。先ほどの緑の呪いの動画内で、イム様は酒のイメージがある呪いにかかっており、酒は飲みすぎると体に毒だということを表しているという仮説を立てたのですが、紫はこの要素である呪い、酒、毒を表しています。では見ていきましょう。一番わかりやすく呪いのイメージがあるホーキンスの服は紫色がメインですね。マゼランの毒は紫色です。ドミノに遅いです、今度はもっと素早く奥出しにとトイレが呪いことを怒られてました。同じようにフォクシーのノロノロビームも呪いを紫色で表しています。黒住家の怨念は末代までこの国を呪い続けるぞといった黒住オロチの髪は紫色です。次のが一番気づきにくいのですが、僕がイム様のヒントキャラだと考えているシンドリーちゃんを操っていたホクバックは紫色の服を着ています。なぜシンドリーちゃんがイム様のヒントキャラであるのかはこちらの動画を見てほしいのですが、この動画内でホグバックの名前の由来はおそらくフォグが霧、バックが酒であると話しました。イム様のヒントキャラの呪縛になっていた酒だから紫色だということは伝わると思うのですが、ではなぜホグはそのままの通り豚が由来ではなくフォグイコール霧が由来だと考えるのか。それはイム様を表すイメージの代表的なものに霧があり、霧と同じイメージが持たされている雲が重要だと考えているからです。ここから連想でどんどんつなげていくのですが、こじつけだと決めつけずに見てくださいね。ではいきます。小田先生はイメージをつなげて物語の中にヒントを隠してくれています。例を挙げるなら、雨雲とアフロは同じイメージです。ワンピースフィルムストロングワールドで金獅子の式は雨雲のことをアフロと見間違えています。ワンピースではこういう間違いようのない言い間違いは全て何かのヒントになっていると考えていいと思います。では雨雲イコールアフロだとして何のヒントになっていたかというと、デイビーバックファイトの時ウソップが言いましたよね。ルフィ、アフロにしたらパンチ力が増すんだぜと。街道戦のラスト、雨雲の中に入った後にルフィが繰り出したのがこれまでで最強だと思われるパンチ、バジュラングガンでした。同じようにどんどんいきますが、マゼランの技毒雲をルフィは霧と言っていますから、雲と霧、雲と雲も同じイメージです。この毒雲は紫の雲ですので、ここから連想できるのは雨降らしです。
アメフラシの名前の由来は、刺激を与えると紫の雲のような汁を出すからアメフラシだと言われています。アメフラシと同類とされることの多いウミウシからナメクジ、カタツムリだとかウミウシから怪獣など、イム様のヒントはつながっていくのですが、このことは過去にも考察しているので割愛します。今回の注目は紫の雲と雲です。雲は粘着性と糸を出すキャラクターを表しており、トレーボル、ドフラミンゴなどのように裏で操っているイメージです。紫の雲はちょっとややこしいのですが、チョッパーとサンジとブルーノがこれらのヒントになっていると思います。ワンピースフィルムストロングワールドのオープニング映像には、麦わら一味のそれぞれの背景に風景や植物が描かれているカットがあるんですけれど、サンジの背景が桜なんですよね。桜を背景にするなら絶対にチョッパーだとワンピース好きなら誰でも思いますよね。それがサンジの背景に使われたのには絶対に意味があります。ストロングワールドのバトルの最中にも桜が描かれているんですけれど、桜の木の上にいたのは青色の虎と赤い牛です。ここにサンジのイメージカラーである青と先ほどの3人に当てられているヒントを合わせます。サンジの出身はノースブルーです。チョッパーは鼻が青いのでノーズブルーであり、桜王国のドルトンは牛の実の能力者。ブルーノの酒場の名はブルーノーズバーであり、ブルーノは見た目とブルで牛のイメージ。バーは酒場のことですが、カバという木を建材用語で桜と言います。ノーズは花ですが、雲イコール雲と同じように花イコール花と考えると、3人に共通するイメージは青い花、桜、牛になります。これはツイッターで知り合った内田ポンジさんに教えてもらったんですけど、別名青い桜と呼ばれるジャカランダという木があるんですね。このジャカランダは世界三大花木の一つなんですけど、ジャカランダは漢字で紫雲木と書くんです。そう、紫の雲の木です。牛はイム様のイメージ動物の一つだと僕は考えていますので、紫雲木はイム様のイメージ。そこであと2つの世界三大花木も調べてみたんですけど、僕はめちゃくちゃ驚きました。あとの2つは漢字で鳳凰木と火炎木って書くんです。僕はこれまでの動画内で一貫してナミとイム様は双子であり、月の王の末裔だと考察していて、月の王のことを初代イム様と勝手に呼んでいるんですけど、その初代イム様こそ物語の大鳥であると言っていて、初代イム様の頭には木が生えていると言っています。そして初代イム様が持っていたであろう天候を自由に操れる能力のうち、天候を操るために必要な熱気、火の能力、冷気、水の能力を双子である2人がそれぞれ一つずつ受け継いでいると考察しているんです。さらに僕は現在のイム様は操られているか、イム様に成り代わっている者がいると考察していますので、紫雲木のイメージ、裏で操っている毒蜘蛛のイメージとぴったりなんです。もしこの仮説が当たっていたとしたら、小田先生の設定の綿密さは想像を絶しますよね。今回の考察は紫の呪いから推察することができるこの先の展開を予想する上で必要になるであろうイム様周りの人間関係の話をしました。これからもちょっと変わった視点の考察をしていきますので、見逃さぬようチャンネル登録してくださいね。コメント、いいねボタンもお願いします。ではまた次回。